こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、ちかちゃんです。よろしくお願いします。はい。心斎橋にあるスタジオ AX をお借りしています。ありがとうございます。パーテーションもねバッチリして、はい、コロナ対策やってますんで、これでやっていきたいと思います。自己紹介お願いします。チカ J 所属チームはブラックシップ、で最近はチカ J& ともチーム活動をやっております、はい、でコントンって言って自分の企画する舞台団体をメインでやっております。先週37歳になりました。チカ J の名前の由来はソウルファクトリーっていうところで働くことになりまして、先輩たちのスタッフたちにつけられたというか、お客さんでチカっていう人がいたんで、区別じゃないですけど、ジュニアじゃないですけど、ジュニアやねんな。そうです。多分その J からチカ J って続きましたね。ダンスとの出会いをねちょっと聞いていきたいと思うんだけど、もともと子供の時ずっとアスリートやったんですよ。おお、何をしてたん？幼年期はもう器械体操とバレーボールと陸上と、もう本気のアスリートやった。東海テレビレッツ体操クラブって言って笠松先生とかが教えていたところで、小学校でもクラブチームの部活でバレーボール国体に行ったりとかもしたんですよ、みたいなアスリートやったんです本当に。小学生の時5年生6年生小学校の時に、この世代あるあるなんですけど、まあスピードとかスマップとか、おー出たー、はい出たでしょその時住んでたのは名古屋だったんですけど、なかったんですね、身近にダンスできる環境が。高校入った時に何やろうってなって、ちょうど通ってた高校の近くにダンススタジオがあるっていうのを調べて見学に行ったんですね。名古屋ね。あ、それも奈良なんですよ。ちょっと一瞬ぐれて、まともなちゃんとした学校生活を歩まない時期もあって、あ、そうなんです、見学に行って、あ、もうこれやってなって、次の日か次の週ぐらいから毎日レッスン受けてました。へえ。それはちなみに何ていうスタジオ？それピースクラブっていう、ピースクラブなんだ。奈良の、はい、そうです。ファンクジャズとか、まあジャズとかが最初メインで始まって、多分ちゃんとヒップホップをやりだしたのはちょっとしてからなんですけども、でも全ジャンルやりました。ブレイキンも浅野さんに教えてもらってたんです。ヒップホップをがっつりやるきっかけになったのが、まあディオム、加藤さんともっちんさんと京子さんのレッスンとかもずっと行ってて、もう一人まあ自分のきっかけとなったダンサーはまあミッキーなんですけど、ミッキー小池、はい、ミッキー小池、よう出てくるな、ミッキーの名前。そうですね。ファクトリーに連れてってくれたのもミッキーなんで。で高校卒業して。高校卒業してないんですよ。あ、卒業してない。ぐれてたんや。そんな場で言うのもなんですけどね、高校は私中退なんですよね。そうなん？はい。ダンス初めてもうのめり込んでたもんやから、踊りたいみたいな感じで、働いてお金貯めてもっと出たいとか、今ダンスやってるからこうやって言えますけど、当時ねまだ高校生なんで、やっぱいっぱい反対もされたんです。いや、そりゃそうやろう。はい。せめて高校ぐらいは卒業してよって親は言うよね。いや、まあ当たり前ですよね、そうっていうのは。まあでも押し切って辞めて。その時のチームは何だ？ブラッドっていうチームなんですけど、一人高校の先輩やって、でまあそのピースクラブで出会った一緒にクラス受けてた人と3人で21人ぐらいになってきたら、みんなやっぱりこうお仕事とダンスとビジョンとみたいな感じで、そのモチベーションとか時間が合わなくなるじゃないですか。でやりたいこととかもやっぱりこう変わっていく中で活動できなくなって、もともとそのアッコちゃんとゆきひろくんと知り合いやったんですけど、そこで結成ってなりました。私たちがなんか一緒にしようよってなった時に、アッコちゃんもザントクラウンがちょっと似たような状況やったんですよ。ゆきひろくんも似たような状況やったんですよ。そうです。アッコちゃんとゆきひろくんと私でユニットをやろうっていう
1回まあ練習します。2回目の練習の時にゆきろくんがこれもうチームにしたいと思って、いきなりそうすごいな。コンテスト出たりとか活動していったりとかちょっとアグレッシブにいきたい気持ちやったんで、スタイルも何も違うまま「お願いします」みたいな「やりましょう」みたいな感じになってで組んだっていう感じですね。なるほど。ちなみにその時にゆきひろとあっこちゃんはもう付き合ってた。そうですそうです。なるほどなるほど。はい、カップルプラス地下 J やん。はい。っていうのでなんかこう違和感とかなんか。いや違和感しかなかったです。何をするにも2対1みたいな。そうやんな。2対1。ましてや先輩なんで。スタイルも2対1みたいな、人間関係も2対1みたいな感じなので組んでから56年ぐらいは、今やから言えるけど結果出すために一緒に踊ってましたね。もう正直自分は一生懸命活動していきたいけどもできなくなったチームがあったっていうのがあるから、やっぱ一緒に走れるメンバーっていうのは大事やなっていうのは根幹にあったんで、みんなキャパシティも自分も含めもちろんですけどね、ないし、でもこう結果出すためにこう右往左往するじゃないですか、そういう感じで頑張ってたんかなとは思うんですけどね。今でこそもう家族みたいな存在ですけど2人は、最初にジャパン出たのがこれゆきひろくんじゃないんですよね、通ったのが私とあっこちゃんとちえちゃんなんですよ。のブラックシップやった？そうなんですよ。ちえちゃんは組んでからちょっとしてから入ったんですよ。ゆきひろくんがなんか最後にエルアズルでデライトに挑戦するみたいな感じで、じゃあ私たちは女だけで挑戦しようみたいな、私たち3人が通ってしまった。自分たちが通ったもんやから、なんかこうすごい複雑な気持ちにはもちろんなるじゃないですか。ゆきひろはなんて言ってたそれ？いやなんかゆきひろくんも絶対悔しかったはずなんですけど、温厚なね性格なんで。おめでとうってなんか言ってくれることもこっちはすごい複雑やし、でもゆきひろくんが練習とかも見てくれてたりとか、なんか客観視したりとかして取れたから、ファイナル1人増やせるっていうやつですよね。どうするって。でももともとゆきひろくんおったからどうしようってなったんで、でもゆきひろくんエルアズルで落ちたし、これは一緒に出るべきなんかっていうので結構葛藤じゃないですけど、そういうのもあったんですけど、自分たちの中で4人で出ようっていうふうに活動する上で性格のすり合わせというか、やり方のすり合わせとかスタイルのすり合わせとかからもうゼロからスタートやったんですよね。さっきも言ったけど、常に2対1やったんです、基本ね。家で喧嘩してます、でそのまま練習来ます、喧嘩止まらず練習進めへんみたいなのがいっぱいありました。なるほどね。苦情来るぐらい喧嘩してましたね。うわやってられへん、ゴミ箱ボーンみたいな、もう出ていくバーン扉みたいなのとかはもう結構しょっちゅうあります、ね。そうなんや。ほんならちえちゃんが入ってきた時嬉しかったんちゃう？そう、最初私救世主現るみたいな感じでしたね。ちえちゃんはもともと徳島に住んでいて、ゆきひろくんが教えとかで行ってた時につながってて、でちえちゃんが兵庫の方に戻ってくるってなった時に「いい子おるねん」ってゆきひろくんがちえちゃんを連れてきてくれた。でもちえちゃんは活動してた期間はそんな長くないんですよね、一緒に数年だったので。この前バトル・オブ・ザ・イヤーで沖縄に行ったら受付でいきなり現れてびっくりしてんけど「はーい」って言うから「えっ?」て「ちえちゃん?」って言って今沖縄にね住んでね、子供ねいっぱい寄ってね、そう頑張って沖縄でママやってますよね。地下 J にとってブラックシップっていうのはどういう存在なの？そんなんも経て、もうなお今つながってるし、今彼らもスタジオ頑張ってやっていたり、ビートアートダンススタジオな立ち上げの時とかはね応援できるようなことをねしたし、自分も舞台する時は協賛入ってくれたりとか、ちょっと大人のそういうお仕事とかでもつながれる、サポートし合えるみたいな関係になってるので、なんかそういうことを経て今一個ねフィールドも変わってなお一緒にいるっていうのもちょっともう家族に近い感じではありますよね。はい。今週自分イベントするんですけど、ちょっとだけあこちゃん踊ってもらいます。あ、そうなの？ちょっとだけ。はい、もう最後の曲だけなんですけど、この間その練習でもうほんまに久しぶりに3人で立ちついて踊ったら、もうなんかちょっと泣きそうになって。ああ、もうそれだけで。はい。
area. Hermes like a feeder village in Liberia. Wow! いやー、3人ブラックシップ感動したわ。いやー、ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。もっと踊りたいです。おー、ゆきひろ泣いてるやん。もうね、出る前から泣いてえ、そうなん？ 8ぐらい早出てたんですよ。88早出てるけど。マジで？ 3人はなんか懐かしいっていうより遊びがすごくってやっぱ3人ですね。はい、ほんまに来てよかった。ありがとうございます。夜中やったけど来てよかった。ね、先日のね、ウルトラで武井ともで出て、来年1月からドイツへ行っちゃうんですが、ドイツに行こうと思ったきっかけは？きっかけですね。声が